2000回放火して火事を自作自演した消防士。彼が多数の犠牲を出してでも功績を上げたかった理由とは。1984年10月10日、アメリカカリフォルニア州シエラマドレ。ポテトチップスは油分を多量に含んでいて、袋の素材も燃えやすい固形燃料のようなものなんだ。火災現場のスーパーマーケットを訪れ、出火原因を説明するその男はジョン・レオナード・オア。カリフォルニア州グレンデール消防署に所属する火災調査官でした。オアは界隈でも知識豊富で知られ、州の消防会議でも引っ張りだこの調査官。話を聞いていたもう一人の調査官も彼の説明に感心したようにうなずいていました。そして実はこの数時間後、この現場から11キロ離れたホームセンターでも火災が発生。調査官が急いで現場に向かうと、なんとそこでもすでにオアが調査に勤しんでいたんです。彼はたまたまこの近くまで来ていたと話しますが、本当は火災は全てオアの放火によるものだったんです。生涯で2000件の放火を行ったとされる消防士。なぜ火を消すことが本業の彼が放火を繰り返したのか。彼が経験した成功体験は、彼の中に眠っていた欲求を呼び起こしたんです。おざすけんちゃんです。宮みかです。というわけでね、消防士といえばね、僕中学生の時消防士になるの夢だったんですよ。あ、本当？はい、なんでファイヤーボーイズっていうウォーターボーイズのドラマの消防士版みたいなのがやってて、 B 級映画みたいな。何それ？ B 級映画じゃないドラマなんですけど、めぐみの大悟っていうね漫画があって、それが原作となったドラマなんですけど、結果ね、消防士になって現場行って髪の毛とか燃えるんじゃないかなと思ってちょっとやめました。くだらない理由すぎる。ちょっともうちょっとプライド持って夢持ちなさいよ。いやだから消防士の人ってすごいよね。すごいわよ。もう命をかけて燃え盛る中言ってんだからね。ね、本当によく酸欠にならないわねとか思うわよね。今日はですね、そんなね消防にまつわるお話なんです。今回ご紹介するのはアメリカの激ヤバ消防士のお話。なんとこの消防士、生涯で2000回にもわたる放火を犯していたんです。いやちょっと待って、消防士って鎮火する人たちなのに放火してんの？しかも2000回ってもう常習犯すぎて呆れて物も言えないわよ。なんでねそんな放火をしたのかっていうことなんですけれども、この消防士は実はただの消防士ではなく、火災におけるプロ中のプロだったんです。一体どんな男だったんでしょうか。不可解な連続放火犯。1984年10月10日、アメリカカリフォルニア州シエラマドレ。火災現場となったスーパーマーケットでは消防隊員が真剣な表情で話し合っていました。出火元は食料品売り場か。ここはオア調査官を呼ぶのが早そうだな。男性が名指ししたのはカリフォルニアでも凄腕で知られていた火災調査官ジョン・レオナード・オア。特に店舗での火災に関し、彼は右に出る者がいないくらいの知識を持っていたんです。いきなりね火災調査官と言われてもピンとこない人もいると思います。というわけで本日のメトラキーワード、火災調査官について。火災調査官とは火災の原因分析を専門とする特別捜査官のこと。連邦機関に所属する調査官の場合、最低4年のトレーニングプログラムを受け、消防学の学位取得が必要とされます。加えて火災現場での実務経験も重視されるため、大抵は消防士が勤務の傍らに目指す職業とされているんです。火災調査には燃料となった物質に関する科学的知識と、出火原因となるガス器具や電化製品に関する知識も必要とされるんです。時に法医学技術者、電気技術者との連携が必要となることもあり、消防関係者の中でも専門性の高い職業なんです。その後、現場からの要請を受け調査にやってきたオア調査官。彼は出火元となった食品棚を見るなり、すぐにこう口にしました。これは確実に放火だな。ポテチは油分を多分に含んでいる上、袋の素材も燃えやすい固形燃料のようなものなんだ。犯人はそこを狙って火をつけたに違いない。迅速に結論へたどり着いたオアの様子に、その場に居合わせたもう一人の調査官もさすがとうなずきます。そして実はこの数時間後にも、このスーパーから11キロ離れた場所にあるホームセンターで火災が発生。オアとスーパーで話していた調査官が新たな現場へ向かうと、なんとそこにはもうすでにオアが到着していたんです。オア調査官は何をやってるんだ。同僚の調査官が首をかしげたのは、現場にいたオアが消防服すら持参していなかったため、彼はたまたま近くにいたと説明し、私服のまま現場の写真を撮り続けていたんです。ホームセンターで起こったこの火災では、店内にいた2歳の子供とその祖母、そして逃げ遅れた
従業員2名の計4名が死亡。南カリフォルニア州の火災調査官が集結して調査を行う事態に発展。そして調査の結果、火災の原因は電気系統のトラブルと推測されました。しかし集まった火災調査官の中で1人だけ異議を唱えたのが、そうオアだったんです。彼はもう不慮の事故と結論が出かかっていたその会議の場ではっきりとこう言いました。原因は連続放火犯による放火だ。その後の調査を進めると、オアの言う通り可燃性の高いポリウレタン製品に何者かが火を放ったことが原因と判明。オアの見解が正しかったことが証明され、誰もが簡単の声を上げたんです。連続放火犯の正体がオア自身だとは知らずに。こいつ何がしたいの？自分からわざわざ原因は放火ですって教える放火犯なんているわけなくない？どういうこと？何がしたいの？まずね、死人が出てんのによくこんな白々しい演技ができるなって話なんですよ。そしてね、この男が自分から原因は火災だと言い張る理由にはですね、彼がね、火災調査官になるまでの経緯が関係しているんです。膨らみすぎた夢。1967年、オアは19歳を迎えたその年に空軍に入隊。消防関係者を志していた彼は空軍消防学校へ入ることになりました。4年間空軍での仕事をこなした後、23歳で名誉除隊。そしてここからオアが本当に叶えたかった夢への挑戦が始まるんです。絶対優秀な火災調査官になってやるんだ。意気込んだオアはどうにかその足がかりをつかもうと消防署2件の試験に応募。しかしなんとそのいずれも不合格になってしまうんです。オアはさ、優秀として知られる火災調査官なのに受からなかったのは意外じゃない？そもそもね、自分で起こしたね火事を自分で原因究明してたってだけなんで、それはまあできますわって話なんですよ。そしてね、店舗内の火災に詳しいってされてたんですけど、そもそも彼はね、店舗を狙って放火をしてたからだんだん詳しくなってったっていう悲しい話なんですよ。消防署の試験に2度落ちてしまったオア。それでも彼は決して夢を諦めようとはしませんでした。くそ、俺は絶対に火災調査官になりたいんだ。どうにか試験の合格にこぎつけようとしたオアは、そこからロサンゼルスで最も給料が安いとされるグレンデール消防署の試験に応募。結果、晴れて消防士になることができたんです。この後オアは消防士の仕事を務める傍ら、大学へ通い消防学の学位を取得。1974年、なんと夢だった火災調査官の試験に合格するんです。オア、火災調査官の試験合格したんだって？すごいじゃないか。同僚はそう言ってオアを褒めたたえました。そうだ、俺は火災調査官になれたんだ。もっと多くの人に認められたい。もしかしてこのくだらない承認欲求のためにわざわざ自分から放火して手柄立てたってこと？本人はね、そういったことを断定はしてないんですけど、おそらくね、そうなんじゃないかと言われてます。ただね、彼のね、そんな身勝手な承認欲求を満たすための行いで何人ものね、犠牲者が出てるっていうことがね、本当に悲しい話ですよ、これは。1984年10月10日、カリフォルニア州サウスパサデナのウォーリーズホームセンターへ小さな孫を連れた初老の夫婦がやってきた。おじいちゃん、アイスクリーム食べたい。駐車場に降りると同時に目についたアイスクリーム屋を指さし嬉しそうにはしゃぐ孫。初老の男性はにっこりと笑っていた。お店の中では食べられないから買い物が終わったら買ってあげような。そうしてホームセンターの中へ入っていった3人。時刻は午後7時半と閉店時間も迫っていたため、夫婦は二手に分かれてなるべく早く買い物を終わらせようとした。そしてそれは女性が孫を乗せたカートを押しながらペンキ売り場を見ていた時、おばあさん大変だ、カートはここに置いて子供を連れて逃げよう。従業員はペンキ売り場のすぐ近くで陳列棚から黒煙が上がっているのを目にしていた。彼は女性とその孫に指示を出すとすぐに方向を変えて走り出した。そして、あれ、おばあさんはついてきてない。声をかけた女性の気配がないことに気がつき、後ろを振り返った従業員。すると先ほどまで黒煙が上がっていたそこにはすでにオレンジ色の炎の壁ができていた。同じ頃、妻と孫を探していた男性もその火柱を見て絶望していた。買い物が終わったらアイスを食べよう。その約束が果たされることはついになかった。この後、ウォーリーズホームセンターは全焼し、2歳の孫とその祖母、従業員2名が亡くなることに。女性とその孫を助けようとした従業員は間一髪で脱出しましたが、ふと手首に触れた瞬間、その肉が崩れ落ちるほどの火傷を負っていたといいます。そしてなんと、オアは後にこのウォーリーズホームセンターの火災の内容を Points of Origin というタイトルで小説化。出版社へ次のような言葉を添えて送りつけているんです。この小説は過去8年間カリフォルニアで連続放火を続けている実在の放火犯のパターンを追った事実に基づいた作品です。彼はこの先特定されることもなく逮捕されることもないでしょう。マジでムカつくわね、何が今後逮捕されることはないでしょうよ、こいつの承認欲求のせいで人が死んでるのよ。なんだと思ってんのよ、ほんと。そもそもね、自分の犯行を小説化してる時点で自分に酔っちゃってる感じがして気持ち悪いんですけど、ただですね、ここまでね、自分勝手に放火をし続けたオアの犯行が特定されないわけがなかったんです。
ピローパイロ。1987年1月、カリフォルニア州フレズノで行われていた州の火災調査官の会議はいつになく重苦しい空気に包まれていました。また不審火があったんだって？顔を見合わせてうなずく会議の参加者たち。そう、この会議の開催期間中、フレズノから約150キロ離れたベーカーズフィールドで相次いで不審火が発生。まるで火災調査官の会議のタイミングに合わせるかのように、その近隣に潜む連続放火犯が暴れ回っていたんです。一連の放火事件で放火犯はピローパイロというニックネームが付けられることに。ピローは英語で枕、パイロは炎を表す言葉。その由来は放火犯が寝具売り場など可燃性の製品が置かれた店舗ばかりを狙い犯行に及んでいたため。そしてこの一連の事件においてベーカーズフィールド消防局の火災調査官マービン・ケイシーは犯人に通じる一つの手がかりを掴んでいたんです。それは火災現場に残されていた黄色い便箋の燃えかす。犯人はその黄色い便箋と火のついたタバコ、輪ゴムとマッチを使い時限式の発火装置を使って火災を起こしていました。その黄色い便箋には確かに何者かの指紋が付着していたんです。黄色い便箋と輪ゴムとタバコ、そんなもので時限式の発火装置なんて作れるわけ？オアにとってはですね、放火するところをね万一にも見られたくないっていうのがあって、必死にね発火装置ってのを考え出したんですよ。ケイシー調査官が黄色い便箋の指紋を発見してから2年後の1989年3月、今度はカリフォルニア州パシフィックグローブで火災調査官の会議が開催されます。するとこの時も街から程近い海岸沿いで連続放火事件が発生。やはり今回も会議のタイミングでピローパイロの正体は消防関係者か。火災調査官の中に犯人がいることに感づいたケイシー調査官は前回のフレズノの会議と参加者リストを比較。火災調査官の中から10人の容疑者を挙げました。実はその10人の容疑者にオアも含まれていたのですが、当時の技術では指紋の照合がうまくいかず、結局犯人特定には至らなかったんです。完全に調子づいていたオアはこの後も放火を繰り返しました。そうして自分で仕掛けた火災現場に颯爽と現れては誰よりも早く出火原因を突き止める敏腕調査官を演じ続けていたんです。もっと俺を褒めてくれ。犯行を繰り返す日々の中、オアはそうした承認欲求だけではなく、見えない敵に混乱する地域社会で正体を隠し続けるスリルを楽しんでいたともされているんです。一方で時代による技術の進化はオアの横暴をいつまでも許しはしませんでした。1991年、カリフォルニア州では相次ぐ放火事件に応じピローパイロタスクフォースという大規模な組織が結成されました。同年3月29日、その一員である火災調査官トム・キャンプザノが地域の会合でピローパイロの手口を記したチラシを配布。そう、この頃には黄色い便箋とタバコ、輪ゴムを用いた発火装置がいくつかの火災現場から見つかっていたんです。いや、それも同じ手口で何回もさ、その発火装置使ってたらそりゃ証拠が残ることもあるわよね。しかもこいつのことだからなんかさ、証拠残すことも楽しんでそうな感じがするから腹立つわよ。かもしれないですね。そしてですね、犯行手口が公になったことでオアはついに追い詰められていくんです。この会合に居合わせた消防局員には最初にピローパイロの指紋を発見したマービン・ケイシーとつながりのある人物も。結果チラシを配っていたキャンプ・ザノとケイシーが引き合わされることになり、再度指紋の調査が行われたんです。そして便箋の指紋とオアが過去に消防署に応募してきた際のデータベースを照合すると、それはオアの左薬指とぴったり一致。数年前よりも改良された指紋技術によりキャンプ・ザノとケイシーは見事犯人特定に成功するんです。その後警察はオアの車に GPS を仕掛け、彼が不審火の現場に居合わせたところを逮捕。1991年12月4日、オアは計5件の放火の罪で起訴されます。しかし重要なのはこの5件のうちに計4名が亡くなったオーリーズホームセンターの火災が含まれていないこと。結局3件の放火に関してしか犯行が立証されなかったオアは懲役30年の刑に落ち着こうとしていました。ただ実はこの後、彼はその有り余る承認欲求のために自らの墓穴を掘るんです。裁判結果が覆るきっかけとなったのはオアが執筆した小説 Points of Origin。その中で彼は次のように語っていたんです。タバコと輪ゴムで作った発火装置を発泡ウレタンのクッションに仕込み、従業員とばあさんとその孫を閉じ込めた。そう、オアは小説の中で4人の死者を出したオーリーズホームセンターの火災の手口を犯人しか知り得ないレベルで詳細に綴っていました。そしてその手口は誰がどう見ても連続殺人犯ピローパイロの手口と全く同じ。違う、あの小説は事実を元にしたフィクションだ。オアは必死にそう訴えますが、彼はこの一件で新たに第1級殺人4件、放火21件の罪で起訴されることに。1998年6月25日、最終的に4件の殺人と20件の放火で有罪となり、仮釈放なしの終身刑を言い渡されるんです。
ちなみにオアは当初死刑を求刑されていましたが、減刑されたのは彼の無実を信じた娘の証言を組んでのこと。そんな娘ですら時が経つにつれオアが本物の放火犯だったことを悟り、現在は距離を置いているといいます。結局オアが罪に問われた火災は20件ほどにとどまりましたが、専門家の調査では過去に約2000件の火災を起こしている可能性があるとされています。それは彼が店舗内の火災を起こす際、別の地域で山火事を起こして消防隊を陽動していたため、オアの逮捕以降ロサンゼルス近郊の山火事はなんと 90% も減ったんです。消防士の試験に何度も落ちたところから火災調査官となる快挙を成し遂げ、それを自身の誇りにしていたジョン・レオナード・オア。その誇りはいつしか止まらない承認欲求となり、強行の数々に彼の手を染めさせていました。承認欲求は多かれ少なかれ人間なら誰もが持っているもの。皆さんはオアのように人から認められたい欲求に取りつかれてしまったことはありませんか？高校で400人以上の虐殺を企てた2人の少年。2人を強行へ駆り立てた底知れない恨みの正体とは。1999年4月20日、アメリカコロラド州リトルトン11時14分、コロンバイン高校のカフェテリアは数百人の生徒たちでごった返していました。皆が思い思いにメニューを注文し、友人と笑い合ういつも通りの光景。一方で校内には明らかにいつもとは様子の違う2人の生徒が。落ち着け落ち着け。学生用駐車場に止まった車の中にいるのは黒いトレンチコートをまとった少年ディラン・クレボルド。彼は緊張に顔をこわばらせ、しきりに時計を確認していました。そして少し離れた場所に止められた車には同じような格好の少年がもう一人、友人のエリック・ハリスでした。いよいよだ、待ちきれないな。彼らは午前中の授業をボイコットし、この駐車場へ集合。カフェテリアへ注目を向けながら落ち着かない様子で何かを待ちわびていました。そう、彼らは数百人の生徒が集うそのカフェテリアに時限爆弾を設置していたんです。真っ昼間の高校で実行された高校生による大虐殺。2人の少年が募らせていた底知れない恨みの正体とは。彼らが最後に発した言葉は、事件を起こす自分たちに向けた悲しみの言葉だったんです。